こんにちは。今回はまたエコアンダリアでこちらのカゴバッグを編んでいきます。今回はこういったブロック模様が斜めに並んだ模様編みです。毎段同じ編み方の繰り返しですので、とても楽しく編んでいただけます。縁も自然にこんな風に仕上がります。持ち手はこんな感じで足元をすっきりまとめています。底はダイソーさんのバック底板を使っています。よかったら編んでみてください。では今回もまたダイソーさんのバック底板を使用します。サイズが 17.8 センチ ×8 センチですね。今回も楕円の方を使って編んでいきます。糸の方は浜中さんのエコアンダリアで編んでいきます。色番が23番、0400%、40g、約 80m、使用かぎ針は5号から7号になっています。今回もまた入っていたこの透明の袋に入れたまま内側から糸を取って編んでいきます。かぎ針は7号を使用します。ではこの穴の縁が少しくぼんでいる方を表の面にして、このバッグの外側が表に来るように編んでいきます。では底板に細編みを編んでいきます。穴が40個あって、この印をつけている4つの角のところには、それぞれ細編みを3つずつ編んで、それ以外のところには細編みを2つずつ1周編んでいきます。では表の面の横の真ん中の穴から始めていきます。ここに針を入れて、糸を持ってきて、縁のところまでしっかり糸を引き出します。そして鎖を1つ編んでおきます。同じ穴に針を入れて、針の上に糸端を置いて編みくるみながら糸を引き出します。縁のところまでしっかり引き出したら、細編みを1つ。ここは1つ目の細編みなので、頭のところにマーカーを入れておきます。また同じところに針を入れて、糸端を針の上に置いて、糸を引き出して、2つ目の細編み。2つ編んだので、次の穴ですね。ここに針を入れて、細編みじゃなくて、糸端を編みくるみながら、糸をしっかり引き出して、細編みを1つ。同じところに針を入れて、2つ目の細編み。次の穴に針を入れて、糸端を編みくるみながら、1つ目の細編み。また同じところに針を入れて、糸を持ってきて、2つ目の細編み。次はマーカーのところですね。角のところなので、ここには細編みを3つ編んでいきます。針を入れたら、縁のところまでしっかり糸を持ってきて、1、2、3。角は3つですね。で、次のところからはしばらく2つずつですね。1、2。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。
では一周編んできました。そしたら一番初めの細編みの頭ですね。マーカーのところに引き抜いていきます。ここに針を入れて、引き抜きます。今回の模様編みは、一模様が3目になりますので、一周が3の倍数必要になります。今回は一周84目で3の倍数になっています。では次の1段目から2段分ほど細編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1つ編んだら、足元の細編みの頭に針を入れて、1つ目の細編み、次の頭に針を入れて、細編み、こんな感じで、1つの目に1つずつ細編みを2段ほど編んでいきます。では、細編みを2段編んできました。次から模様編みを編んでいきます。中長編みの模様なので、立ち上がりの鎖編みをまず2つ編んでいきます。1、2。そしたら針に糸をかけて、一番初めの細編みの頭ですね。この足元のところですね。ここに針を入れて、中長編みを3つ編んでいきます。糸を引き出して、一気に引き抜いて、1つ目の中長編み。針に糸をかけて、同じところに針を入れて、糸を引き出して、一気に引いて、2つ目の中長編み。また3つ目、同じところに針を入れて、3つ目ですね。3つ中長編みを編んだら、下の細編みを1、2、2つ飛ばした3つ目のところに針を入れて、引き抜き編み。で、鎖を1、2、2つ編んだら、針に糸をかけて、足元ですね。ここに針を入れて、また3つ中長編みを編んでいきます。1、2、3。3つ中長編みを編んだら、また下を1、2、2つ飛ばした3つ目のとこですね。ここの細編みの頭に針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。この繰り返しですね。鎖を1、2、2つ編んだら足元のとこですね。引き抜いたところに針を入れて、ここにまた3つ編んでいきます。1、2、3。下を1、2飛ばして、3つ目の細編みの頭をすくって、引き抜き編み。よいしょ。こんな感じで一周ぐるっと編んでいきます。ではこんな感じで一周編んできました。そしたら、細編みがあと1、2、2つ残ってますね。そしたら一番初めに編んだ中長編み3目ですね。ここのスペース。ここに針を入れて引き抜きます。では次の段から往復で編んでいきます。毎回鎖3目で始まって、で、ぐるっと裏に返します。そしたらこの左側のこのブロックの
このスペースですね。この前段の鎖2目のとこですね。このスペースに針を入れて引き抜きます。そしたら鎖を1、2、2つ編んだら、ここの鎖2つを拾って中長編みを3つ編んでいきます。針に糸をかけて、この鎖の2つですね。ここを拾って中長編みを1、2、3、3つ編んだら、次のブロックのまた同じところですね。この鎖2目のところ。ここのスペースに針を入れて、引き抜き編みで留めておきます。また鎖を1、2、2つ編んだら、またここですね。鎖の目を拾って中長編みを3目編んでいきます。1、2、3、3つ編んだら次のブロックのここのスペースですね。ここに引き抜きます。こんな感じでまた一周ぐるっと編んでいきます。ではまた一周編んできました。ここが一番初めのブロックですね。次からはこんな感じで一番初めのブロックの鎖2目のところにマーカーをつけておくとわかりやすいですね。では、ここが一番初めのブロックなので、ここの編み目が入っているところですね。ここのスペースに針を入れて引き抜きます。では5段目ですね。4段目の編み方を繰り返して編んでいきます。鎖編みを1、2、3、3つ編んだらぐるっと返して一番初めのブロックのここのスペースですね。ここに針を入れて引き抜きます。そしたら鎖を1、2、2つ編んだら、この鎖編みを拾って中長編みをまた同じように3つずつ編んでいきます。2、3。ここは1つ目のブロックなので、この横の鎖編みのところですね。ここにマーカーを入れておきます。また一周編んできたら、ここの一番初めに編んだここのスペースですね。ここに引き抜き編みで留めておきます。そしたら3つ編んだら次のところに引き抜いて、また鎖を1、2、2つ編んだら足元のスペースに中長編みを3つ編んでいきます。3つ編んだらまた横のブロックの端のスペースですね。ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じで往復でぐるぐる何段か編んでいきます。では模様編みを15段分編んできました。ではここの最初のブロックの足元に針を入れて引
引き抜きます。で、一つ鎖を編んで、ここでカットして引き抜いて、裏の方で糸処理をしておきます。ではこういったスレッドコード、二重になった鎖編みのような感じのコードですね。こちらを70センチぐらい編んで半分にしてでつけていきます。では糸端を出来上がりの70センチの3倍と少しの長さを測って残しておきます。今回は2メートル30センチぐらい残しています。で、こちらは糸玉につながっている方の糸ですね。ここでまず最初の作り目を作ります。そしたらこの糸端を針にこのようにかけて、で、糸玉の方の糸をかけて、2本を一度に引き抜きます。この繰り返しですね。糸端の方を針にかけて、で、こちらをかけて2本を一度に引き抜きます。糸端を針にかけて、で、2本を一度に引き抜きます。かけて、引き抜く。かけて、引き抜く。この繰り返しで70センチほど編んでいきます。では70センチ編んできました。もう1本と同じ目数の113目に合わせて70センチ編んでいます。では最後は鎖編みを1つ編んで15センチぐらい残したところでカットして引き出しておきます。では持ち手をつける位置を決めてマーカーをつけていきます。まず両端ですね。と底板の端のこの真ん中のところですね。真ん中のところをずっとたどっていくと、ここのブロックになるので、ここにマーカーをつけておきます。反対側も同じように、底板の中心ですね。たどったところにブロックがあるので、そこにマーカーをつけておきます。では持ち手をつける位置に、この水色のところですね。ここを決めていきます。この端のマーカーのところの次のブロックから数えて、1、2、3、4、4つ目のブロックにマーカー。こちらも同じように、端のところのマーカーの次から数えて、1、2、3、4、4つ目のブロックにマーカーをつけています。向こう側も同じようにマーカーをつけておきます。で、コードを通すスペースは、こちらの左側の方は、このブロックの中長編みが入っている、このスペースですね。ここにコードを通していきます。で、右側の方は、このブロックの、ここではなくて、この左側のこのスペースにして、で、端からの長さを合わせていきます。向こう側も同じように、左側はこちらで、右側はここではなくて、この左側ですね。ここですね。ここに通していきます。では、コードを通していきます。この糸端がついてない、こちらの方から通していきます。まずここの左側の方ですね。ここの中長編みが入っているところですね。
このスペースのところにまず通して、今度はこの右側の方ですね。このブロックのここではなくてこちらの方ですね。ここに表の方から入れて、で、この糸端でここととじ針でつないでいきます。では、ねじれてないかを確認したら、糸端にとじ針を通して、ここをつなげていきます。しっかりつないだら、この2本を肩結びして、で、またそれぞれ糸端を少しくぐらせて、で、こちら側もまた反対の方でくぐらせてカットしておきます。では、今つないだところを内側の下の方にして、で、こんな感じで二重にして持ち手にしています。では、持ち手の足元をこんな感じでまとめていきます。まずエコアンダリアを35センチぐらいにカットします。このとじ針でつないだところをこう隠すようにこの辺にまとめていこうと思います。わかりやすいように違うエコアンダリアの色でやっていきます。この糸端を8センチぐらいのところで折って、こんな感じに置いておきます。そして、こちらの長い方で、持ち手の足元のところを、今回は6回ほど、1、2、3、4、5、6、6回ぐるぐる巻いたら、ここの折ったところですね。ここのループに、この糸端を入れて、で、この上のところですね。ここをゆっくり引いて、で、ここのところを、この中の方に隠していきます。こんな感じですね。こんな感じですね。そしたら、あとは、とじ針に端を通して、この裏側の下の方とかに持っていって、で、またこの裏の方で糸処理をしてください。こちらもまた裏の方に糸を持っていって、同じように裏の方で糸処理をしていきます。残った糸は2玉目がこのぐらいです。では完成しました。持ち手のところすっきりまとまっています。毎段同じ編み方なので黙々と編んでいける楽しい編み方ですね。
よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。